現在コンストラクターズランキング6位のワークスチームアルピーヌはカスタマーチームのアストンマーティンとマクラーレンの下に位置しています。昨年2022年とルノー時代の2018年は全てのカスタマーチームの上でシーズンを終え、なんとかワークスチームの面目を保ったと言えますが、その他のシーズンはなんちゃってワークスチームと言われるほど成績面、資金面でも厳しい戦いを強いられてきました。現在のワークス体制となった2016年当初は5年計画でタイトル獲得を目指しており、2年後の2018年にランキング4位を手にしたことで調子に乗り、その計画を前倒しするかもしれないと語っていました。当時のチーム代表は現在韓国ヒョンデの WRC チームを率いているシリル・アビデブールさんです。唯一で最大の顧客だったレッドブルを失った大失態により、最後は更迭させられる形で F1 から姿を消してしまいましたが、その後チーム代表が変わってもチームの本質は変わっていないかもしれません。先日行われたハンガリーグランプリの開幕前、アルピーヌはローラン・ロッシを CEO から外すことを発表。さらに続くベルギーグランプリを最後に、チーム代表のオットマー・サフナウは、長年スポーツディレクターを務めてきたアラン・パーメインも離脱したのです。つまり、成績不振の原因の責任をチームの上層部に負わせ、彼らを切ることで解決しようとしているのです。ワークスチームのアルピーヌは、他のワークスチームと比べ、明らかに本社からの資金的援助が少ないチームです。おそらくアストンマーティンやアルピーヌにも及ばない額でワークスチームという体制に酔いしれているチームと言えます。昨年はアロンソとピアストリという非常に優秀なドライバーを同時に失うという F1 屈指の大失態を犯してしまいました。オコンとの関係が崩壊していた41歳のアロンソならまだしも F3 と F2 を3戦初年度で制した逸材のピアストリを失ったのは彼らにとってありえない失態だったと言えます。今シーズンのピアストリの F1 マシーンの適応、成長を見ると少し彼らに同情してしまいます。しかしチームの内部がこんなだと、もしピアストリがアルピーヌでデビューを果たしたとしても、数年後には確実にトップチームに移籍したかもしれません。いきなり一つシートが開き、その後母国ドライバーのガスリーを獲得したまでは良かったのですが、今シーズンは開幕からまさかの絶不調で、名ばかりのワークスチームが復活していました。そしてシーズンが折り返しを迎えた時点で彼らが切られてしまったのです。これについてシリル・アビテブールさんはここぞとばかりにこのように彼らを非難しています。この状況は結果に対する不満とルノーグループの経営陣の焦りを反映している。彼らには焦りだけでなくシーズン序盤の傲慢さや自信過剰な面があったのかもしれない。現実を見ないとどこかの時点で作り話をするようになる。内部の作り話がうぬぼれに過ぎなかったという可能性は否定できないが、アルピーヌについてはそれほど外れていないだろう。シーズン開幕時のマシーンの競争力は標準以下だったし、他のチームがやっているような素晴らしいアップグレードも行っていない。私が去った後、以前の経営陣は15人程度を解雇して完全なリセットを行った。15人を解雇した後に新たな人材を採用しても、効果が出るまでに 2,3 年はかかるんだ。アビテブールさんのコメントを見ると、一言、お前言うと言いたくなりますが、それも含めアルピーヌ、前身のルノーというチームは中身、本質は変わっていないと言えるでしょう。彼らはエンジン供給を含め F1 に継続参戦している数少ない貴重なメーカーです。それは参戦と撤退を繰り返し、結果的に自分たちの育成ドライバーの前途を多難にしている可能性のあるホンダが見習うべき部分です。しかし、組織の内部、仕事っぷりを見ると、ホンダとルノーは正反対と言えるでしょう。結果を残したホンダと口だけ番長のルノーではあまりにも大きすぎる差があるのです。ご存知の通り、サフナウアーさんは昨年からチームを率いており、わずか1年半での更迭劇となってしまいましたが、この内部事情だと後任のチーム代表はすぐにでも結果を求められることでしょう。
このままいけば1年半後の来シーズン終了時には再びチーム代表が更迭させられるかもしれませんね。このやり方を繰り返しているのがルノーとフェラーリといえ、その他のチームを見ると比較的チーム代表は長期にわたりチームを率いていると言えます。今回の彼らの失敗はサフナウアーさん以上にアラン・パーメインを更迭したことかもしれません。クリスチャン・ホーナーはこう語っています。ベネトンからルノー、ロータス、そして再びルノーからアルピーヌへと変わってきた中で、パーメインはずっとエンストーンの大黒柱の一人だったんだ。彼らが債務超過や株主との問題を抱えていた困難な時期を迎えていたとき、私は彼の仕事っぷりに感銘を受けていた。私は一度も彼と一緒に仕事をしたことはない。だが彼はピットレーン全体の尊敬を集めていたよ。34年間も同じチームで働き、シューマッハやアロンソのタイトル獲得に貢献した人物にはもう少し敬意を払うべきだと思うよ。つまり彼らはチームの大黒柱を切ってしまったのです。100歩譲って就任したばかりで意見の合わないチーム代表は仕方ないにせよ、長年チームに在籍し、結果を残し、チームを知り尽くす人物を後からやってきた人間により切るべきではなかったかもしれません。現在ブルーノ・ファミンが暫定的なチーム代表となっており、そのままチーム代表に就任する可能性もありそうです。彼はサフナウアーについてこう語っています。何をどうすれば回復できるのか、どうすれば目指していたレベルのパフォーマンスに到達できるのか。私たちは同じ方針やタイムラインにいなかったので、道を分けることにした。現在起こっているのはアルピーヌ計画の第2段階だ。後退するのではなく、前進しなければならない。重要な目標は、できるだけ早くレースとチャンピオンシップで勝利することだ。レースごとに、年ごとに、マシン、フルパッケージを絶えず改善していく必要がある。彼のこのコメントを見ると、フェラーリのお家芸ともいえる内紛を想像してしまいましたが、皆さんはどう思いましたか？現在彼らのパワーユニットは、メルセデス、フェラーリ、ホンダから30馬力を取ると言われており、彼らは特例措置として燃料流量制限を緩和することを求めています。ホンダの撤退発表後、レッドブルによりパワーユニットの開発凍結案が打ち出され、全チームが賛成し、現在に至っています。アルピーヌからすれば、開発凍結さえなければ彼らに追いつけると言いたいところでしょうが、逆に開発が凍結されていなければ、さらに差が開いていた可能性もあり、個人的にはその可能性の方が高いのではないかと感じています。先ほどのアビテブールさんがチーム代表を務めていた時、カスタマーチームがないことがメリットにもなると豪語していましたが、やはりワークスチーム1チームだけだとパワーユニットの開発が許されていた時でもカスタマーチームのあるメーカーとは大きな差が生まれ、結果的に後退していたことが証明されたかのようです。今後彼らがどんな人材を抜擢するのかはわかりませんが、本社が開発費を増やすとは思えません。何が不振の原因なのか、上層部がそれに気づかないうちはガスリーのフラストレーションは溜まり続けそうですね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。起立、礼、まったねー。